業界で働いてる人さっさと辞めた方がいいですよ。体壊すし給料も安い。それやり続けてもいいことないです。社会に正解でも個人では間違いっていうタイトルにしたんですけど、僕スパチャしてもらった人に対して得するであろうことというのを僕なりに言ってるんですけど、僕だったらどうとか正しいとかどうっていうのを結構後回しにしてるんですよね。たまに違法なアドバイスをするんですよ。合法的な手段でやったらそれは成立しないよねっていう時に、それ労働基準監督署に行った時にこういう嘘の証拠をでっち上げた方がいいですよ。違法なんですけど、その人にとってはそっちの方がいいだろうなっていうのを言ったりするんですよ。介護業界に関して働いてる人に介護業界さっさと辞めた方がいいですよって言ってるんですよ。体壊すし給料も安いのでそれやり続けてもいいことないですけど、ただ社会にとって介護って必要ですよねって、社会にとって正しいことなんですよ。社会にとって介護をする人がいないと高齢者の人大変ですよね、誰かはやらなきゃいけないからやるべきですよねは正しいと思うんです。社会にとって介護職は必要ですよねは大賛成です。ただ自分の友達とか相談された時に社会にとって必要だけどあなたはやらない方がいいと思いますよ、だって損するもん話なので、社会にとって間違ってることとかも僕は言ったりするんですけど、どっちが正しいのかっていうので、社会にとって必要だから介護するべきだよねっていうのをずっと続けるのって長期的には実は間違いなんじゃないかと思ってるんですよね。落合陽一さんが言ってたやつで正しいなと思ったやつが、介護をする人って機械にしたら嫌がるっていう説があって人間がやるべきだよねっていうのを言う人がいるんですけど、じゃあウォシュレットでお尻を洗うのと汚いおっさんがお尻を拭いてくれるのどっちがいいですかって言ったらウォシュレットの方が全然いいっていう人が 99% だと思うんですよ。使ってみると機械とかの方が全然楽だよねっていうのの時間の問題だと思うんですよね。で今介護を受けなきゃいけない人がお風呂入るのとかっていうのもおっさんとかに抱えられてなんか裸を見られて洗われたりっていう状態になるんですけど、自動車の洗車機みたいなので座ってたらこうバババババって洗ってくれるか、マッサージチェアみたいになんか座ってたら洗いたいところ洗ってくれて、で全身のシャワーも全部流してくれて適温にしてくれるみたいのを音声で全部やってくれますよ、レバーちょっといじるだけでやってくれますよってなったらもうそれ全然便利じゃんってなると思うんですよ。介護やる人がいなければいないともう何とかしなきゃいけないよね、じゃあ機械で作りましょうっていうので機械の方にどんどん投資されることになる。日本のマクドナルドも最近増えたらしいんですけど、フランスのマクドナルドって注文を受ける人ってほぼいないんですよね。タッチパネルのでかいのがドーンってあってもうこれタッチして勝手に注文してくださいっていうので、要は肉体労働をやる人が少ないので肉体労働をやる人を雇うと高いからもう機械を置いといたから安いよねっていうので選ぶ人も、僕マクドナルドで目の前で店員さんがいる状態で長い時間選ぶの苦手なんですよ。なのでさっさと決めちゃうんですけど、うちの彼女とかって店員さんの前ですげえ長い時間かけて選んだりするんですよ。コーヒーの方がいいのかオレンジジュースの方がいいのかなとか、照り焼きバーガーの方がいいのか月見バーガーがいいのかとか、もうそれ横で待ってるだけで僕ちょっとストレス溜まるんですよ。目の前で人が待ってるし後ろにも人いるんだからさっさと選べばとかなるんですけど、でもタッチパネルとかあったら全然気にしなくていいじゃないですか。なのでタッチパネルの方がむしろ僕は便利だし楽なんでっていうのがあって、なので介護の仕事をする人がいなければいなくなるほど機械に投資する会社だったり、高くても機械でやってくれる方がいいから機械買うわっていう人がいて、結果として腰を言わす介護の人の被害者が少なくて済むんですよね。なので僕は介護が社会にとって必要だよねはもう表向き分かるんですけど、でもどんどん介護をやめちゃって機械化を進めた方が人類にとってメリットがあるんじゃないかなと思ってたりするので、介護の人どんどん減った方がいいんじゃねえのっていうのを言ったりしてます。ただ一生懸命介護やってる人たちにとってみると、これだけこう体壊してやってるのにそんな仕事なくした方がいいとか、介護やるのって人生にとって損ですよって言われたらすげえ腹立つと思うんですよ。今やってる人は介護しなきゃいけない人もいるし、その人たちに日とか週に何回とか世話しなきゃいけない人がいて、でそれでやってるから、尊い仕事だとは思うんですし、僕がこういうこと言ってるのパリに住んでる成金が自分の体も使わないでダラダラと言いたいこと言いたいってムカつくってなると思うんですよ。でそれも正しいと思います。ただ長期的にはどちらに進むべきなのかなって考えると、介護をやる人は減った方がいいんじゃないかなっていうのもあるので、社会にとって正しいことと個人にとって正しいことって結構違ったりするんですよ。僕が言ってることに矛盾が発生してるように見えることってちょこちょこあると思うんですよね。社会にとってこれが必要だよねって話と、個人にとってこれが必要だよねって話と、長期的にはこっちの方に行った方がいいよねっていう3つの話があって、状況によって言ってること違う場合もあるんですよ。いや未来にとってはこうだけど現在の社会にとってこれが必要だよとか、オリンピックとかも僕去年の段階でオリンピック中止にした方がいいよね派なんですけど、で今の段階ではもうこの状況だとやらないのもやったのも金かかる金額がほとんど変わらないから無観客でやった方がいいよね派なんですよ。っていうので
状況も変わるので状況によっても判断変わりますよっていうのが、僕が生放送をずっとやり続けてる理由の一つとして、こういうのってどう思いますか、はいかいいえで答えてくださいみたいなやつって、その答えを聞いても聞いた人ってひろゆきがそう考えるんだふーんっていうだけで、その後役に立つ知識にならないんですよね。僕がどう結論出したかなんていうのって役に立たないじゃないですか。ひろゆきがこう言ってたよっていうのが説得力がある社会だったらいいと思うんですけど、そんなわけないんで、40過ぎた酒飲んだおっさんが言ってることなんて基本説得力ないので、なのでなるべくどうしてそういう考えに至ったかっていうのを僕説明するようにしてるんですよ。とはいえスパチャがいっぱい来てる時バシバシ答えるだけで理由を答えない方もあるんですけど、なるべくこう考えた結果ですっていうのを伝えるようにすると、それを覚えておくと、例えば介護って必要なのって同じ話した時に、ひろゆきっていうやつが介護必要ないって言ってたよっていうのって、やっぱひろゆき信者で頭おかしいやつになるじゃないですか。でも機械化を進めていった方が人類にとって便利だよね。僕が考えた理由っていうのまで覚えてると、それをそのまま伝えると相手の人も確かにねってなるじゃないですか。なので物の考え方とか情報の調べ方とか、なるべく伝えた方がいいんじゃないかなと思って喋ってたりするので、僕がどう言ったかではなく、どういう状況でその結論を僕が出すに至ったかっていうのを意識して聞いてもらえるといいんじゃないかなと思いました。はい。